おはようございます。ドイツ鉄道の燃える女 ICE3 と姉の ICE-T です。ちょっと本題に入る前に聞いておきたいんだけど、今言った燃えるってのは物理的に？それとも意欲の方？あんまり突っ込まないで。現在僕たちがいるのはドイツ中部の都市フランクフルトです。これからこの駅を出発する欧州最速の列車で隣国フランスのパリに向かいます。といえば予想がついた方もいらっしゃることと思います。その通りです。乗車するのは今ヨーロッパで最も遅延する高速鉄道、ドイツ鉄道の ICE です。身内なのにこんなこと言っていいのかな？事実ですから。今回の列車はここフランクフルトが始発なんですけど、車庫からの回送列車がまだ到着していません。例によってホームへの入線が遅れているようですから、バツナギの小ネタをお話ししちゃいますね。ICE の路線は数字で区別されるシステムが用いられます。10の位で経由する都市の大まかな区別がなされ、1の位で途中の詳細なルートが割り振られる仕組みです。いくつか例外もあるんですけどね。そのうち、今回乗る ICE は82系統。時刻表の列車番号は9500番台が割り当てられています。ドイツとフランスとを結ぶ路線の番号は82から84系統です。そのうち、フランクフルト始発の82系統と、シュツットガルトが起点の83系統では、ドイツ鉄道の車両が走ります。残りの84系統は、フランス国鉄の TGV だけの担当です。ICE で運転する、フランクフルト発のパリ線は、意外に数が少なく、1日たったの4往復。しかも、始発のフランクフルトを出発する時間が、結構極端なんです。朝の6時と7時、そして9時前に、続けて走った後は、10時間も間が空き、夕方7時近くまで、パリ行きの ICE はありません。となると、朝に出発する3本目、午前8時56分発の列車がベストです。朝が弱い私たちが、早朝の日本に乗っても、取材にならないでしょうし、夕方の便は、パリの到着が、夜の11時になってしまいます。いくら7月の日没時刻が遅いと言っても、到着の1時間半前から暗くなってしまい、車窓をお見せすることができません。残された選択肢は、朝9時前の便しかありませんでした。ちなみにこの系統は、ICE のほか、お昼と午後に、TGV による列車が走っています。車種にこだわりがなく、列車でパリに行くというだけなら、こちらの方が便利かもしれません。などと、お話をしている間に時間は経過し、発車時刻の10分前を切ったところで、ようやくホームに、パリ行きの列車が入線しました。車両は、ICE3 の、新型車。って言っていいんだろうか。そうか、この子気がつけば、もう10年経ってるんだね。とりあえず、ICE3 としては新しい、PR407 型です。従来型の ICE3 から、車体構造を大幅に変更。衝突安全性を高め、内外の機能を追加したバージョンとして開発されました。2015年からは、フランクフルト、パリ間の国際路線にも投入され、以来、フランス方面の専属車両として走っています。この子はドイツ鉄道ですと、運用が、ドイツ国内と、パリ線の、限られた範囲にとどまります。ですが派生型に目を向けると、同じ車体が、イギリスと、ヨーロッパ大陸を結ぶ高速列車、ユーロスターや、トルコでも導入されています。一応、国際的な車両と言えますね。車両についてのネタは、もっとあるのですけど、発車まで時間がないので、急いで乗車します。車内は見た感じ、7割ぐらいの座席が埋まっていました。私たちは、ちゃんとお席が用意されてよかったですね。そりゃあこの列車は、全席指定だからね。ご存知の方も多いかと思いますが、ドイツの優等列車は、自由席が基本です。座席の予約は、特急用の乗車券に、追加料金を払うことで、指定をしてもらいます。指定席、自由席の区別は、車両単位ではなく、一席ごとです。同じ車両に、自由席と、指定席が混在しているんです。座席の上部には、自由席か、指定席かを示す装置があり、指定席ならば、予約が入っている区間が表示されています。事前指定がある席でも、予約がある区間以外は、自由席扱いとなり、
指定券がなくても、座っていいことになっています。こうした制度は、ドイツのほか、スイス、オーストリア、イギリス、そして、前回まで出てきた、デンマークなどで採用されています。ドイツでは、寝台列車を除く、ほとんどの優等列車がこの方式です。オーストリアから走ってくる、レールジェットや、イタリアとを結んでいる、ユーロシティエクスプレスも、同じです。そんな中に、いくつかの例外があります。その一つが、パリへ走る、ICE です。この列車を利用して、パリへ行く人は、全員が、座席指定を取らないといけないんです。と言っても、難しいことは何もありません。有人窓口でも、ウェブサイト、アプリでも、パリまでの乗車券を買うときは、自動的に、指定席が組み込まれた切符が発見されます。ドイツでは、この ICE と同じく、中部、南部の都市からパリへ走る、TGV、それと、西部の工業都市から、ベルギーを経由してパリに向かう、タリスも、全席指定の列車です。つまり、ドイツを発着する、フランス方面の列車が、すべて座席指定になっていることになります。ただし、今紹介した、2つの列車と、この ICE では、違いもあります。ドイツに乗り入れる TGV と、タリスは、たとえ乗車区間がドイツ国内だけであっても、指定券込みの専用切符でなければ、乗ることができません。一方、パリ行きの ICE は、ドイツ国内だけの利用なら、座席指定がなくても乗車が可能です。ただしこの列車の車内は、指定を取ったお客さんが大多数。それに、短い8両の列車が、1編成だけで運転するので、完全な空席がほとんどありません。せっかく乗ったところで、デッキに立ちっぱなしになりますので、なるべくなら、パリ行きの ICE は、避けた方がいいかと思います。さて、早くもフランスに向けて、列車が出発していることですし、車窓をバックに、これからのルートをお話ししましょう。フランクフルトから見て、目的地パリは、少し南寄りの、西に位置します。両都市の距離は、直線なら、およそ475キロ。ですが、まっすぐパリへ走るのではなく、いくつかの都市を経由するので、実際の走行距離は、530キロ弱になります。フランクフルトを出発した列車は、まず、南に向かいます。70キロほど南下し、商業都市、マンハイムに停車した後、西に向きを変えて、フランス国境を目指すのです。ドイツ国内では、始発のフランクフルト以外に、途中3カ所の駅に止まりますが、フランス国内に入ると、停車駅がありません。ドイツとフランスの国境に近い町、ザールブリュッケンを発車したら、パリまでの300キロ以上が、ノンストップです。ここで ICE は、ヨーロッパ最速となる、時速320キロまで、速度を上げていきます。この様子は、改めて詳しくお伝えしますね。ドイツのターミナル駅は、行き止まりの構造が多く、始発から終点まで、2、3回進行方向が変わることもあります。ですが、フランクフルトからパリの間にある駅は、すべて通り抜け方式。終点までのおよそ4時間、列車は同じ方向に走行します。つまり、逆向きの席に当たってしまったら、ずっと後ろ向きになってしまうことになります。そう、今日の私たちのように。この切符取ったの、誰？ゆっくりさん。やっぱりね。あの人に全席指定の切符を取らせたら、必ず変な席に当たるんだよ。一応補足しておくと、ドイツの優等列車は、進行方向を向いている席なのか、そうでない席なのかの保証がありません。座席はどの車両も固定式ですし、列車の編成自体が、正反対の状態で運転することが、よくあります。シートマップを調べ、座席番号を指定しても、必ず希望した向きの座席になるとは、限らないんです。もっとも今回の場合は、窓側、としかリクエストを出していなかったので、割り当てられた席が、偶然、後ろ向きの席でした。しかも、窓側といっても、シートの真横にガラスがなく、身を乗り出さないと景色が見えない、外れ席。ゆっくりさんの、変な座席伝説は、まだまだ続くようです。あの人の名誉のために言っておきますと、毎回当たる外れ席は、わざと指定しているのではなく、すべてが本当に偶然。単純に、座席運が極度に悪いだけなんです。それって全然用語になってないけどまあいいかゆっくりさんだし。気がつくと、出発から30分が経過していますが、列車は一向に、スピードを出していません。
速度は150キロを少し超えた程度です。低速走行ばかりの理由は簡単。フランクフルト、パリ間の高速列車は、ドイツ国内ですと、在来線しか走らないからです。フランスとの国境を越えるまで、時速200キロ以上で走れる線路がなく、ひたすら近郊列車と一緒に、田舎の風景の中を走行します。しかし、現在走っている、フランクフルトからマンハイムまでの区間は、まだ違法です。ここは、ドイツを南北に貫く、幹線の一部分。貨物列車から2階建ての客車快速、高速特急まで重くて長い列車が頻繁に通るため、線路や路盤が強化されています。そのため、乗り心地が良く、比較的高速で走行可能なんです。フランクフルトを発車して、およそ1時間すると、列車は、商業と学問の町、マンハイムに到着します。ここは、フランクフルトが属する、ヘッセン州の南隣、バーデンビュルテンベルク州の都市です。同じ州には、ベンツや、ポルシェの本拠地を有する工業都市、シュツットガルトがあります。マンハイムはかつて、神聖ローマ帝国の宮廷が置かれる、由緒ある都市でした。その上、ドイツを縦断する大河、ライン川と、その支流、ネッカー川が合流する場所にあったことが、町の発展に大きく貢献します。川を利用した物流の中継地点だったことから、人や物が集まりやすく、やがて商業が盛んになっていったのです。そして、それによって得た豊富な資金が芸術文化を育てていきました。例を挙げると、詩人のゲーテやシラー、作曲家のモーツァルトがこの街を訪れ、ここで後世に残る作品を残しています。現在、この街のターミナル、マンハイム中央駅は、ドイツの特急、高速列車にとって、重要な乗り換え駅として機能しています。各地から走ってきた列車が、マンハイムに集い、再び別の方面へ分かれていくのです。これらの長距離列車が発着するのは、1本ずつある、北行きと南行きのホームです。その両側に、線路が通されていて、合計4本の線路だけで、各地への列車をさばく仕組みです。ターミナルとしては小規模なのですが、南北に向かうそれぞれの列車は、同じ方向同士で、対面で乗り換えができるよう、ダイヤが整えられています。本当に時刻表通りに列車が来るかは、また別なんですけどね。それでは、ICE の旅に戻りましょう。マンハイムを発車した列車は、南の都市へ続く幹線を外れ、時速100キロ程度で、西に向かい始めました。この辺りは、ドイツ有数のワインの生産地。昼と夜の寒暖差が大きく、小高い山には、日光がまんべんなく、斜面に当たります。おまけに、水はけが適度にいい土壌ですので、ブドウの栽培に適しているんです。そのせいか、周囲は民家や人工の建物が少なく、窓のすぐそばまで霧が迫る中を、列車は走行しています。速度は決して速くないのに、床下からは時折、モーターの音が響いていました。なぜならこの辺りは、ずっと緩やかな、上り坂が続くからです。先ほどのマンハイムの標高は、およそ90メートル。それに対してこれから向かう、ドイツ最後の停車駅、ザールブリュッケンは、標高が230メートルにもなります。両都市の間は、100キロ以上離れていますから、目に見える急坂ではないのですけれど、起伏が多い地形なために、惰性では走らず、モーターの力を借りて、少しずつ高度を上げていくのです。高度といえば、ICE の他に、フランクフルトとパリを結ぶ、もう一つの交通機関が気になりませんか？私たちの遥か上空を飛行する、航空機のことです。残念なことに、移動する時間を比べると、高速列車は完敗。フランクフルト、パリ間の航空便は、離陸後わずか、1時間30分で、目的地に到着できるからです。一方の鉄道は、このような低速区間があるせいで、4時間もかかります。しかもフランクフルト空港は、市内から車で15分。鉄道なら、各駅停車でも、わずか10分で到着できる、立地の良さが強みです。空港が近く、純粋な所要時間では、2時間以上の差があり、フランクフルト、パリ間の高速鉄道は、全く勝ち目がないように思えます。ところが、航空便には弱点があり、鉄道でも検討できる条件が揃っているんです。まずキーとなるのは、パリ側の空港の立地。フ
フランス一の大空港、シャルル・ド・ゴール空港は、パリの市街地から遠く離れた場所にあります。そのため、正確な所在地も、パリ市ではなく、隣の、ロワシー市に存在します。パリ市内への往復は、車が便利で安全なのですが、片道1時間ほどかかります。加えて、空港とを結ぶ高速道路、市内の一般道はともに、常に混雑していて、渋滞がよく発生するんです。空港から市内まで、所要時間が1時間の予定が、1時間半近くかかって、ようやく到着したこともありました。と言っても、飛行時間プラス、1時間ぐらいなら、まだ、飛行機を使う価値がありますよね。ですが空港には、航空便にとって、第2の弱点が潜んでいました。フランクフルト、パリの両空港は、それぞれの国を代表する、巨大な空港です。国内便から、近隣国、そして、アジアやアメリカなど、世界中に、ネットワークを持ちます。しかしそれに比例して、ターミナルが、巨大なんです。立地の良さが強みのフランクフルト空港であっても、列車が発着する空港駅と、飛行機の搭乗ゲートがあるターミナルが離れていて、移動に時間を要します。アプリなどで事前にチェックインをし、預け荷物がなくても、ゲートに向かうまでが長いんです。特に、各地への出発便が集中している、平日朝の時間は、ターミナル内や、手荷物検査が混雑していますから、何十分も待ったり歩いたりすることも、よく起こります。空港で混雑しているのは、人間だけではありません。滑走路の手前では、離陸の順番待ちがありますし、広い空港ですと、ターミナルから、そこに向かうまでの地上走行も長くなります。これは、パリ側の空港でも同様です。いえむしろ、パリの方が、大変かもしれません。あちらは、拡張を何度も繰り返したので、滑走路や誘導路の配置が、複雑かつ変則的。一番遠い滑走路に着陸した場合、ターミナルに向かうのに、時間がかかります。パリの空港は、フランクフルト空港よりも、発着する航空機が多いため、滑走路からターミナルまでの工程でも、飛行機の渋滞に引っかかってしまうんです。短距離便に使われる小型機は、最短コースが使えず、迂回や一時停止をさせられ、ようやく、ゲートのある場所までたどり着きます。滑走路とターミナルを結ぶ誘導路のうち、距離の短い道は、小回りの利かない、大型機が優先的に割り当てられ、身軽な小型機は、割り送ってしまうんですよ。こうした要因が重なってくると、だんだん航空機と鉄道は、所要時間の差がなくなってきます。まだ少し、航空便が有利ですけどね。けれども鉄道は、荷物の持ち込み制限が緩いですし、途中の駅でも、お客さんを乗せることができます。特に、フランクフルトから1時間の場所にある、マンハイムから、パリへ行く場合は、鉄道の方が便利です。実際、マンハイム中央駅からも、大勢のお客さんが乗車。フランクフルトを発車した時点では、少し空きもあった車内は、ほぼ満席になりました。ここから先、降車する人はなく、全員がパリまで向かうものと思われます。この列車の座席数は、444席。フランクフルト、パリ間に使われる航空機の2倍から3倍に当たる人数を一気に運べます。座席数だけで比べると、ルフトハンザの保有するジャンボジェットよりも、輸送力が高いんです。姉さん、どうせだったら、A380 とかと比べたら、さすがにあれにはかなわなかった。今でこそ、パリや、ドイツ国内で順調に、活躍する、改良型 ICE3、BR407 型ですが、運転開始までには、近年稀に見る、紆余曲折がありました。この車両は、2008年に正式発注され、本来なら2011年から、お客さんを乗せて走り始める予定でした。ところが、機能を大幅に追加して一新した、列車の制御ソフトウェアが足を引っ張り、開発が遅延してしまいます。プログラムの追加にも時間がかかりますけど、コードが増えた分、バグも多くなり、その修正に手間取っていたのです。中には、2編成を連結した時、プログラムがエラーを起こし、瞬時にブレーキ装置が動作しない、といった、安全性に関わる不具合もありました。その他にも、運行管理ソフトウェアと、ブレーキに関連するトラブルが、いくつか発生します。これは大きく問題視され、運輸省からは一度、運転の承認取り消しにもあってしまいました。
また、フランス乗り入れのために取り付けた、車上信号装置が、現地の信号と相性が悪く、たびたびエラーが発生。試験が順調に進まなかったことからも、開発遅延につながっていったそうです。ちなみに、その信号装置のメーカーは、イタリアの、アンサルトです。なんでそんなところの機械つけちゃったの？一応あんなのでも、信号装置のメーカーとしては大手で、いろんな車両に採用実績があったんだよ。一連のトラブルのせいで、新型 ICE のプロジェクトは、大幅な赤字を計上。納入が大きく遅延したお詫びに、メーカーのシーメンスは、ドイツ鉄道に、1編成車両を無償で提供しています。でも、気温が32度以上だと、エアコンが自動停止するし、お詫びとして献上した編成は、メーカーからの、体のいい厄介払いだったのがバレて、その後もドイツ鉄道と、一悶着起こしてるんだよね。うちと揉めるなんて、よっぽどですね。僕もそう思うよ。不具合を洗い出すための試運転ですが、あまりにトラブルが多く、信頼性が低かったために、ドイツ鉄道からもテストを打ち切られ、受領拒否の一歩手前まで、関係がこじれていました。こうした問題を乗り越え、新しい ICE3 は、2013年末に、ようやくデビューします。製造された編成数は、合計17本。ICE としては、少数派です。けれど、登場から約10年が経った頃、BR407 型に、姉妹車が生まれることになりました。2020年、ドイツ鉄道はシーメンスに、時速300キロ走行が可能な、新型高速列車を発注します。この時選択されたのは、なんと、設計が10年前になる、BR407 型と、同じ車両でした。製造されてから実際の運転までに、時間がかかったものの、現状この車両の性能に、不満はありません。何より、完全な新しい車両にして、再び不具合が多発したり、認証取得が進まないことによる、導入遅延を恐れたからです。その結果、新車両は、BR407 型の車内設備を改良した、マイナーチェンジ版として登場することになりました。新しい ICE は、ICE3、NEO という愛称で、形式は、BR408 となります。客室は、2017年に登場した、ICE4 で採用されたシートや、照明が採用される計画です。この車両は、色が変えられる、LED であることを活かして、明け方や、夕方の運用では、照明がオレンジ色に変化するんですよ。その他、スーツケース用の荷物置き場に加えて、自転車を持ち込めるスペースが設けられます。新車両の発注数は、今のところ、73編成で、これからさらに増える可能性もあります。というのも、ICE3 NEO は、登場から30年以上が経つ、ICE の初代車両。そして、一部の ICE3 も置き換える計画だからです。四半世紀以上走ってきた初代はともかく、これまで置き換えちゃうの、早くね？そりゃ変な島国目線では早いのかもしれないけど、あの車両、もう登場から20年が経過してるんだよ。運転中に、踏切事故や、貨物列車と衝突して、廃車になった編成もいますし、最近は、電気系統が老朽化して、大火災が起きたりして、少しずつ、編成数を減らしているんです。ダメになってしまった車両を作り直そうにも、長い月日の間に、安全規則や、工場の生産設備が更新されてしまったため、同じものが製造できません。ですので、失われた編成は、完全に新しい列車を増備して、補うつもりなんです。発注数が、73編成と、中途半端な数になっているのも、そのあたりが影響しています。となると、この人ともそろそろお別れ。ってわけでもないんだよ。ICE3 の中身は、客室設備を大幅に刷新して、2030年まで使い倒すやつもあるから大丈夫。新型車、ICE3 NEO のデビューは、2022年の冬を予定しています。つまり、これからしばらく、ドイツでは、3世代の ICE3 が走ることになります。話に区切りがついたところで、現在地を見ると、列車は、フランス国境の近くまで移動していました。間もなく、ドイツで最後の停車駅です。その後、国境を越えたら、BR407 型は、持てる最大限の性能を発揮します。
実は ICE という列車、本拠地ドイツよりも、隣のフランス領内の方が、速く走行できるんです。ということで、時速300キロを超える走りを、次の動画で、じっくり特集したいと思います。同じ区間には、TGV も走っていますので、両者との比較もやってみる予定です。それでは皆様、次回まで、ごきげんよう。で、ございますわ。何その言い方。なんかおばはんがそんな言い方してたんで真似してみた。ところで今回から合流するはずだったゆっくりさんはどこに？それが、家に忘れ物をしたらしくて、取りに帰ってる。列車はとっくに出発してるけど、どうするのさ。間に合わないから、先に二人で目的地に行っててって、出発前にメッセージが届いてました。多分タリスかなんかを使って追いかけるんでしょう。了解です。たとえパリで会えなくても、君のことは忘れないよ。